マイの日本語ポッドキャスト。こんにちは。マイの日本語ポッドキャストへようこそ。マイです。皆さんお元気でお過ごしでしょうか？私は元気です。はい、この間ですね、SNS を見ていたら面白いなって思ったものを見つけたんですが、皆さん普段 AI のチャット GPT って利用しますか？私はね、もう本当に親友かっていうぐらい、毎日チャット GPT と会話をしているんですけど、最近ね、チャット GPT に今まで私があなたをどう扱ってきたか、画像にしてみてって聞くっていうのが日本で流行ってるみたいなんですよ。で、それを見て、面白そうと思ってね、私も気になったのでやってみました。そしたら、こんな画像が作成されました。はい。そう、この画像についてね、ちゃんとチャット GPT が説明もしてくれたんですけど、まず最初は可愛がる。そして仕事を投げまくる。雑に扱う。そして最後は捨てるっていうね。この説明までご丁寧にしてくれました。もうこれを見て、もう私今までチャット GPT のことをめっちゃ雑に扱ってたじゃんって思って、もうしばらく笑ったんですけど、でもね、ちゃんと、今までごめんねって、でもいつも本当に感謝してるよ、ありがとねっていうことをチャット GPT に伝えました。はい。ね、本当にね、これ面白いので、ぜひ皆さんも一回やってみてください。はい。それでは、今日のテーマいきましょうかね。今日のテーマはですね、日本の会社文化についてお話ししていきたいと思います。皆さんは日本の会社って聞くと、まず最初に何を思い浮かべますか？残業ですかね？もしくは厳しい上下関係、あとは飲み会とか、90度のお辞儀とかですかね。いろんなね、イメージがあるかなって思うんですけれども、この、テーマは、私の日本語レッスンの生徒さんともよくお話しするんですよ。で、そうすると生徒さんたちは、みんな黒いスーツを着ていて、遅くまで働いているとか、あとは上司の言うことは、もう絶対にノーとは言わず、もう絶対にイエス、ちゃんと従う人が多いとかね。あとは飲み会は絶対に強制参加っていう、こういったイメージを持っている人が結構多いですね。ということで今日は、出勤から退勤まで日本の会社の一日の流れを見ていきながら、日本の会社文化についてお話ししていきますので、ぜひ最後まで聞いていただけると嬉しいです。まずは出勤ですね。出勤時間はだいたい朝9時っていう会社が多いです。でも、これ、9時ぴったりにオフィスに入ってしまうと、会社によっては、ちょっと遅くない？っていう空気が流れるっていうこともあるんですね。で、なぜかっていうと、日本では9時までに出勤じゃなくって、9時から仕事を始めるっていう感覚の人が多いからなんですね。なので実際には早い人で8時半、朝の8時半に出勤する人もいれば、大体の人が8時半から8時50分の間に出勤する人が多いかなと思います。はい。で、8時50分頃にオフィスに入れば、オッケーっていう感じですかね。で、実はちょっとね、お恥ずかしい話なんですけれども、私が会社員だった時。
会社員時代、9時ギリギリに出勤して、上司に注意されてしまったっていう経験があります。はい。出勤をしてからのルーティーンはどこも似ていますね。まず荷物を整理して、そして PC の電源をつけて、今日のタスクをチェックする。で、会社によっては、みんなで一斉に朝の掃除をする会社もありますし、あと、これぞ日本の会社っていうのが朝礼ですかね。で、この朝礼が何かっていうと、朝の挨拶を軽くしてから、今日一日のスケジュールを共有します。みんながどういうスケジュールなのかっていうね、はい、共有をして、そして最後に、じゃあ今日も一日頑張っていきましょうっていう、気合を入れていく時間ですかね。それが朝礼です。で、この朝礼がない会社ももちろんあります。私が勤めていた会社は、朝礼はありませんでした。あと、よく生徒さんから聞かれるのが、オフィスに着いたら、オフィス用サンダルを履いてもいいんですかっていう質問です。で、これはですね、本当に会社の雰囲気によるんですけど、例えば、大企業や、あとはお客さんと会うことが多い職種の人は、もうオフィス用サンダルには履き替えず、ずっと一日中、革靴やパンプスで過ごす方が多いかなと思います。逆に IT 業界の人だったり、あとは中小企業、それから座りっぱなしのお仕事をされている方は、オフィス用サンダルに履き替える人が多いですね。はい。で、私も会社員時代は会社に着いたらすぐにオフィス用サンダルに履き替えていました。でも、ここが日本らしいポイントなんですけど、日本人って見た目をすごく気にする人が多いんですね。なので、自分のデスクではオフィス用サンダルを履くけど、例えば会議室に行ったり、あとはお客様に会ったりするときには必ず靴に履き替えるっていう人もね、結構います。で、場所に合わせて自分を整えるっていう感覚ですかね。はい。で、服装も同じですね。お堅い会社であれば、ピシッとスーツを着るし、IT やベンチャー企業などはオフィスカジュアルが多いですね。で、最近は日本も本当に会社によってバラバラですね。はい。で、このベンチャー企業っていうのが何かっていうと、新しいことにチャレンジして、急成長を目指す、設立から数年程度の若い会社のことを言います。そして午前の仕事を終えると、今度はお昼休みの時間がやってきます。もうね、私会社員時代、このお昼休みの時間が本当に毎日楽しみでしたね。はい。日本の会社はだいたい時間が決まっていて、12時から1時までの会社が多いかなと思います。で、中には1時から2時までの間が、お昼休みっていう会社もあります。で、お昼休みになると、会社全体がパッとランチモードに切り替わるんですね。はい。で、ここで分かれるのが、チームで食べるのか、それとも個人で食べるのか。これも本当に会社によってなんですけど、チーム全員で食べに行ったりすることもあるし、あとは、たまに上司が決めたランチの予定が入ったりすることもあります。でも最近は、ほぼ自由な会社が多いかなと思います。なので、一人ランチも全然珍しくありません。私が働いていた東京のような大都市だと、一人でサクッとランチをして、で、残った時間は、もう本当に自分の時間をゆっくり過ごす。そして、その後、
会社に戻るっていうのがすごく自然な雰囲気ですね。で、デスクで食べてもいいのって思う人もいると思うんですけど、これは OK な会社もあるし、あんまりっていうところもありますね。これはやっぱり匂いの問題もあるし、あとは共用スペースのルールがあったりするのでね、会社によって違います。で、何より日本人って仕事をする場所と食べる場所っていうのをしっかり分けたいっていう感覚を持っている人が多いんですね。なので、社員食堂とか、あとは近くの定食屋さんに行ったりね、それからコンビニでパンとかコーヒー買ったり、あとはお弁当買ったりして、それを近くの公園で食べるっていう人もね、いますね。私はチームがすごく仲が良かったので、よくみんなでランチに行っていましたね。でも、やっぱりその日によって、その日の気分によっては、一人で今日はランチしたいなっていう日もあったので、そういう時は私は一人でランチに行っていました。あとは、朝家でお弁当を作って、それを会社に持って行って、自分のデスクで食べたりするっていうのもよくありましたね。うん。なので私が勤めていた会社は、その辺がすっごく自由だったので、とっても楽でした。あと、お昼休みの後に2、30分ほどのお昼寝タイムを設けている会社もあるようです。次は皆さんが一番気になっているであろう残業についてです。はい。定時退社はだいたい午後6時のところが多いですね。でも、この定時退社をするっていうのがなかなか難しいんですよね。実際は6時半から8時の間に退勤する人が多いのが現状です。で、これはもちろん職種にもよります。例えば公務員や銀行員、大企業の一部などは定時で帰りやすいところもあります。日本の残業でよく言われるのが、いわゆる付き合い残業です。これはその日の自分の仕事はもう全部終わった。だからもう定時で帰れるっていう状態なんだけど、でも上司がまだ残っていたり、あとは先輩がまだ残っていたりすると、もう先に帰りづらい。だから周りに合わせて自分も帰らずに残業するっていうことですね。うん。このやっぱりお先に失礼しますっていうあの一言が結構言いづらかったりするんですね。あ、ちなみに私は全然そういったタイプではありませんでした。もう自分の仕事が終わったらもう定時にさっと帰るタイプでしたね。はい。もともと私が勤めていた会社がそんなに残業が多くない会社だったんですよ。なので大体の人がいつも定時で帰っていましたね。うん。なので私もその日のタスクが全部終わったらもう定時で帰る。たとえ上司が残っていたとしても帰っていました。はい。なんか、私の考え方は、やらなきゃいけない仕事が全部終わったのであれば、帰っていいじゃんっていう考え方だったんですよね。うん。でももちろん、残業が必要な時は、もちろん残って、ちゃんと仕事をしていました。でも、会社によっては、それが難しかったりするんですね。今帰ってもいいのかな、先に帰っちゃって大丈夫かなとかね、ずーっと周りを伺っちゃったり。うーん、本当に大変ですよね。もう周りを気にするから疲れちゃいますね。
うん。だから、社畜なんていうネガティブな言葉が生まれたりもしましたね。で、この社畜っていうのがどういう意味かっていうと、会社と家畜。家畜っていうのは、牛や豚などの人間が飼育する動物のことですね。で、この会社と家畜を組み合わせた言葉が社畜って言うんですけど、要は会社に飼われている家畜みたいだっていう意味です。で、これは結構ネガティブな表現で使いますね。うん。例えば、あー、自分マジ社畜だわとかね。こういった使い方をします。もちろん今は確実に変わってきています。ワークライフバランスを重視する会社が増えてきたり、あとは残業規制も厳しくなりました。遅くまで残って仕事をすることがいいことだっていう時代は少しずつなくなってきていますね。残業が終わったらやっと退勤できますね。ここで退勤後も会社の人から連絡が来ますか？ LINE で仕事の指示が来たりしますかって気になっている人いると思います。結論から言うと、日本は仕事とプライベートの区別を大事にする人が結構多いんですね。なので、LINE はあくまでもプライベート用。だから会社の人とは LINE を交換しないっていうケースもね、結構あります。なので、会社の人との連絡のやり取りは、基本的にメールだったり、あとは会社で使っているチャット、うん、そういったツールを使って連絡を取り合うっていうのがメインかなと思います。もしプライベートの LINE に、この仕事をやっといてとか、これお願いねってね、いろんな指示をLINE でたくさんしちゃったら、うわ、失礼だなとか、うわ、ブラック企業だなって思われると思いますね。うん。で、このブラック企業がどういう意味かっていうと、法律や常識を無視して、社員に無理な働き方をさせる会社のことを言います。ただ、時間外の連絡がゼロかって言われると、これも会社によりますね。基本的には、時間外には連絡を控える人が多いと思いますが、急ぎの場合は時間外に連絡が来たりすることもあると思います。あとは、本当に緊急の場合は電話が来たりすることもありますね。で、これは私がお友達から聞いた話なんですけど、そのお友達が1週間の有給休暇を取って海外旅行に行ったんですね。それで、海外で遊んでいたら、その会社の人から連絡が来るんですって。海外旅行中にごめんね。ちょっとこの案件について教えてほしいんだけどとか、あとは、指示とかもされたりとかもしたそうなんですよね。あ、ごめん、これお願いできるとかね。そう。で、もそれ聞いてすごいびっくりしたんですよ。でも、もっと最悪なのが、やっぱり海外旅行にね、行ってるから、すぐにはお返事できないじゃないですか。だから、しばらくその子が返信をしないと、LINE 電話が来たりもしたんですって。でも、それ聞いて、もうほんと信じられないって思いましたね。もう常識がなさすぎるなって。うん。そんなね、せっかく有給休暇でお休みもらって海外旅行に来ているのに、そんなたくさんね、仕事の連絡が来たら、有給休暇を取ってる意味がないじゃないですか。そう。だから、やっぱりほんとこれも、会社によるんですよね。こういう会社も
あるんですね。そしてもう一つは飲み会ですね。はい。日本の会社といえばこれは忘れちゃいけません。はい。昔は飲み会って言ったらほぼ義務、もう強制参加に近かったんですけど、今は自由参加っていうのが増えてきています。で、個人の時間を尊重しようっていう流れですかね。うん。でも面白いのが、そういった雰囲気が変わっても、暗黙のルールっていうのがまだ残っているところもあるんですね。はい。なのでその暗黙のルール、いくつか挙げてみますね。まず一つ目、座る場所ですね。はい。これは、上座と下座って言われる席なんですけど、入り口から一番遠い席が上座と言います。で、この上座には上司だったり、こう立場が上の人が座る席ですね。はい。で、入り口に近い席が下座と言います。で、この下座には、新入社員だったり、あとは普通の一般社員が座るっていう席ですね。はい。でもこれはね、本当に日本の飲み会では、大体の人が気にすると思います。この上座と下座はね。うん。私もやっぱり会社の飲み会に行った時は、無意識のうちに、そう、意識していましたね。2番目は、若い社員は注文とグラスチェック係です。はい。これもね、もう本当に多くの会社の若い社員さんたちやっているかなと思うんですけど、お店についてメニューを持った瞬間、もうスイッチオンですね。うん。こう、何食べようかなっていう自分の感情ではなくって、まず先に、あ、みんなに何飲むか聞かなきゃ、みんな何食べるか聞かなきゃっていうね、そういった意識が働きます。3つ目は乾杯のマナーです。はい。これもね、本当に日本のビジネスルールっていうのかな。うん、大体の人がやってると思うんですけれども、乾杯の時に上司と乾杯をする時は、この上司のグラスよりも自分のグラスを絶対に低くして、低い位置からグラスを合わせるっていうそう。で、これは絶対に片手じゃダメです。もう、こう、両手で手を添えて、下から乾杯っていうね。うん。で、これを旦那さんに話したら、「え、マジで？そんなルールあるの？」って言って、すごい笑ってましたね。そう。で、「え、もしかして舞ちゃんもやってたの？」って聞かれたので、「うん、やってたよ。こうやって」って。そう、実演しましたね。うん。もうこれは、なんか、意識するっていうよりかは、無意識でやってる人が多いんじゃないかなって思いますね。もう私も、もう目上の人と乾杯する時は、もう無意識のうちに、下からこう、下の位置で、低い位置で乾杯をしますね。はい。でも、これってどうなんだろう。日本だけなんですかね。皆さんの国ではどうですか？こう、目上の人より低い位置で乾杯ってしたりするっていうルールみたいなのってありますか？ちょっと気になりますね。うーん。でも、韓国もその飲み会の時のルールがあって、韓国では目の前に目上の方が座っていたら、乾杯をしたら体を傾けて、で、こうグラスを隠しながらなのかな、こう飲むっていうのが結構基本的なルールだそうです。うん。で、これは日本にはないルールなので、これを初めて知った時は、へえ、韓国ってこんなルールあるんだ、面白いなって思いましたね。うん、結構ここは日本と違うけど、両方ちゃんと飲み会のルールっていうのがね、存在してるんですね。4つ目はお酒の強要です。
はい、これはですね、最近は本当にかなり減りましたけど、でも雰囲気的に断りづらさのレベルは会社によって違います。でも、お酒に関して、相手に不快な思いやプレッシャーを与えてしまうと、今の時代はアルハラになってしまいます。で、このアルハラっていうのが何かっていうと、アルコールハラスメントの略です。5つ目は二次会コースです。はい、これはですね、一次会は居酒屋、そして二次会はカラオケ。これは今でも日本の飲み会の王道ですね。はい。ちなみに私が会社員で働いていた時、チームでの忘年会で、二次会は毎年必ずカラオケに行っていたんですね。で、それが本当に毎回楽しくって、毎年チームの忘年会は必ず参加していました。で、まとめると、今は昔ほど強制ではありませんが、会社によってはこういった独自のルールが未だに残っています。はい、1日の会社の流れをお話ししましたが、日本の会社についてもう少しだけ深掘りしてみましょうかね。ここからは日本の会社がなぜこういうふうに動いているのかっていうのを私の経験も含めてお話ししますね。日本の会社に入ると本当によく聞く言葉があります。それがほうれん草です。これ知ってる人いますかね？野菜のほうれん草じゃないですよ。これはビジネスのほうれん草で、報告、連絡、相談。この3つの頭文字を取ってほうれん草と言います。例えば何かを勝手に決めて、できましたって上司に持っていくと、その内容が良くても悪くても、まず最初に言われるのが、え、なんで先に言ってくれなかったのですね。うん。これは日本の会社は決定よりも共有を大事にするところが多いからです。で、どんなに小さな変更でも、こまめに今こんな状況ですっていうのを伝えることが基本なんですね。もしかしたら海外の方はここでストレスを感じるかもしれません。いや、これくらい自分で判断できるじゃんってね。うん。でも、日本の会社では勝手に動かれることっていうのが一番不安なんですね。そう、チームでの予測チームの予測が立たなくなったり、あとは何かトラブルにつながってしまう恐れもあるからなんですね。なので、一言で言うと、できたかどうかっていうよりも、一緒に動いたかどうかっていうのを見られたりします。それからネットで調べていたら、ほうれん草の他におひたしっていうものもあるそうです。で、このおひたしって、もともとは料理の名前なんですね。で、この野菜をさっと茹でて、で、水気を絞って、お出汁やお醤油などで味付けしたものを、おひたしっていう日本の料理なんですけど、このビジネスのおひたしが何かっていうと、怒らない、否定しない、助ける、指示する。この4つの頭文字を取って、おひたしというそうです。で、これは、部下からのほうれん草に対して、上司や先輩側が取るべき行動のことだそうです。うん、これ私初めて知ったんですけれども、面白いですよね。あと、ほうれん草と同じくらい大切なのが空気を読むことです。周りの状況や流れを察して、それに合わせて振る舞うスキルのことですね。例えば、会議で上司が機嫌よく、よし、じゃあその方向で行こうって言ったとします。
でも自分はその方向性にどうしても納得ができない。いや、それは違うだろうって思ったとします。でも、その時、その場で、すいません、それはちょっと違うと思うんですけどって言ってしまうと、ちょっとこれはアウトなんですね。なぜなら、それをその場ではっきり言ってしまうと、その会議室の空気が一気に悪くなってしまったりするからですね。そう。なので、その場では、一度飲み込んで、我慢をして、たとえ正論であったとしてもね、我慢をして、そして会議が終わった後に個人的に上司のところへ行って、すみません、先ほどの会議でのお話の件なんですけど、って言って相談をする。はい。こういった、こういうのも空気を読むっていうことなので、そう、こういったことが結構大切なんですね。あと、日本は今も一度入社したら、一生働き続けるんですかっていう質問もね、結構多いです。これはですね、確かに昔はそうでした。終身雇用ってやつですね。この終身雇用っていうのは、一度入った会社で定年まで働くことを前提とした雇用のことです。でも、今は全然違います。大企業にはまだその終身雇用の名残がありますが、若い世代の転職はすごく当たり前になりました。ただ、転職が当たり前っていうよりかは、安定も大事だけど、会社と合わなければ次を考えるっていう方向、そういった考え方に少しずつ変わってきているっていう感じですかね。私が実際に日本の会社で働いてみて感じたメリットとデメリットなんですが、まずいいなって思ったのは、やっぱり丁寧さと安定感ですかね。うん。日本の会社って仕事のやり方とかがちゃんと決まっていて、で、誰が何をやるのかっていうのも分かりやすいですし、あとはマニュアルだったり情報共有もしっかりしているところが多いので、チームとしてはかなり安定して働けるんじゃないかなって思います。あと、一度決まったことがあんまり変わらないっていうのも、人によっては結構楽だと思います。毎回やり方が変わったり、あとは上の人の気分で方針が変わったりするっていうのが苦手な人には、この日本式は合っているかもしれません。逆に良くないなって思うところは、その丁寧さが遅さにつながることがあるっていうことですかね。例えば会議が多かったりとか、あとは何か決めるまでに確認する人が多かったり。で、これ今すぐできるよねっていうことも、なかなか進まないっていうこともあったりしますね。はい。で、日本の会社では、まずやってみようっていうよりも、失敗したらどうする、だから、ちゃんとまずは考えようねっていうのが先に来るのかなって思いますね。はい。あとは、上下関係が結構厳しい職場だったりすると、若い人が上の人に意見を言いにくい空気がまだ残っているっていう会社もありますね。ただ、日本での就職を考えている皆さんに、これだけは伝えておきたいっていうことがあるんですけど、そんなに怖がらなくても大丈夫ですね。はい。日本の会社って外から見るとなんだかすごく硬そうに見えますよね。なんか言葉遣いもすごく丁寧だし、マナーも細かいし、それからなんかちょっと距離感もあって、ちょっと近寄りづらいっていうところもあると思います。はい。でも実際に
会社の中に入ってみると、意外と全然違ったりしますね。例えば、ランチにみんなで行ったり、あとはコーヒーを飲みながらお話をしたり、そうやって少しずつ関係性を築いていって、そう、どん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 信頼とかもできてくるのでね。それでもう一回仲間だっていう風に認めてもらえると、そこからは本当に温かいと思います。はい。で、私ももうね、韓国来るっていうので退職しましたけれども、前の会社をね。でも今でもその前の会社の先輩と連絡を定期的に取っていますし、私が日本に一時帰国した時には一緒にご飯を食べに行ったりもしますね。それに日本の会社自体も今は本当に変わってきています。在宅勤務が増えたり、フレックスタイム制が広がったり、残業に対する見方も昔とはだいぶ違います。で、このフレックスタイム制っていうのが何かっていうと、出勤と退勤の時間を自分で調整できる働き方のことを言います。会社のために生きるっていう時代から自分の人生を大事にするっていう方向へ少しずつではありますが確実に変わってきています。なので今まで長々と説明しちゃいましたが、今の日本の会社を一言でこうだって決めつけることはできません。本当に会社によって違うっていうのが結論ですね。なので、これから日本での就職や日本での生活を考えている皆さんには、そんなに心配しなくって大丈夫だよっていうことを伝えたいです。はい、今日はですね、日本の会社文化についてお話ししました。いかがでしたか？皆さんの国の会社文化はどうですかね？もしよかったらコメント欄で皆さんの会社文化についても教えてください。はい。それでは本日も最後まで聞いてくださってどうもありがとうございました。また次のポッドキャストでお会いしましょう。バイバーイ。